Meshtabi Season 5今回のMeshtabiはアショロ上士幌池田界隈発見です。それでは早速 Let's get it started 1. Ashelo Cafe de Camino ソフトクリームはアショロのカミーノが北海道第1位ですねってタレコミいただきまして、そりゃぜひいただいてみたいってことでやってまいりました。アショロから北東阿寒方面へ15分ほどの三子水明の山中にありました。三子水明？三子水明、とっても北海道なカフェ。宇野牧場産の天然の牧草のみで育った牛の乳で作られたソフトクリームなんです。フレッシュさっぱりで後味すっきりな爽やかなソフトですね。これはなんでも夏の青々とした牧草と秋から冬場の乾燥した牧草を食べた牛では牛乳自体の味が変わるそうなんです。それにつれ季節によって違った味になるんだそうです。味覚は敏感な人は牛乳を飲んで牧草の香りを嗅ぎ分けられるって言ってたよね。ねえ、キキチチびっくり。宇野牧場さんの牛乳になれると市販のは濃く感じるって言ってた。それぐらいさっぱりしてるってことだね。こちらの牛乳は原料にこだわったソフトクリーム美味しかったです。お乳っぽい乳製品最近ちょっと苦手なんだけども、これは爽やかでいいっすね。ねえ、プリンはプラス200円でソフトクリームをトッピング。ビターな大人テイストのカラメルが美味しい。固めのプリンに爽やかなソフトが程よいバランスで、ビターなカラメルを絡めると美味しいわ。何もかかってないところを食べると冷やし茶碗蒸し卵焼きですかみたいなプリンだったね。あ、そうそう、めちゃめちゃ卵な感じが好きなタイプ。確かにこれは北海道トップを争うミルクソフトね。これ舐め比べてみたいですね。木の戸屋のやつとくず巻きソフトと。やってみたいけど不可能ね。千歳と札幌とアショルじゃね。そうだね。2. Ashelo Ryogoku Shokdo昭和26年創業の両国さん、東十勝の田舎門さんからのカツカレー美味しいよ情報でやってまいりました。松山千春さんのふるさとアショロ。千春だらけのアショロの駅前っていうか2006年に廃止になってしまった元駅なんですが、現在は道の駅アショロ銀河ホール21になっておりまして、そのすぐ近くですね。両国という店名はお店の前の通りを駅から向かって下っていくと、都市別川に両国橋という橋が架けられており、その昔釧路国と十勝の国の両国を分かつ都市別川に架けられていた橋ということで両国橋ということになったらしいです。その橋にあやかって両国食堂ってわけですね。釧路国と十勝の国なんて初めて聞いた。いつの話？1869年だから明治維新直後だね。蝦夷地が北海道と名付けられ11国86郡が設置されたそうな。道の中に国があったんだね。初耳だよね。ってことでアショロで松山千春さんも食べたであろうカツカレーをいただきます。私はカツカレーに便乗、ざるそば豚丼セットをいただきました。そばが手打ちの田舎そばで美味しいよ。個室用で噛み応えもあって、だけどツルツルいけちゃう。これ好きだわ。そばつゆちょい甘めだったけど。そうだね。かつお節とイワシ節を使ってるんだそうだよ。イワシって珍しいよね。だから煮干し系の香りがしてたんだ。そしてこの豚丼美味しいですね。おいちゃん好きなタイプ。下手な豚丼専門店より美味しい。こちらもちょい甘めのタレだけど継ぎ足し系の深みのある味わいのタレでした。このお店多分タレ系全部美味しいよね。ご飯も固めに炊かれてて美味しい。カツカレーも蕎麦屋さんだしカツカレーでしたね。これぞ日本の蕎麦屋カレーってやつ。視聴者さんの言う通りさっくり揚がったカツが美味しい。スパッとスプーンで切れる肉がいいですね。カツ厚100万円以上ありましたかな。ですが若干いささか高く感じてしまう1300円。特に蕎麦屋のカツカレーの場合高く感じちゃうね。確かに。もう一見美味しいカツカレー情報いただいてたんですが、はいはい。
臨時休業されてた品田食堂さん。はい、こちらも行ってみたんですけどね、何やら体調を崩されていて今休業されているということで実食叶いませんでした。残念。品田さんお大事になさってくださいね。再開を楽しみにしております。ってことで次回に持ち越しカツカレーね。はい、お疲れでした。3. Ikeda Wine Joe. 池田の町外れ小高い丘の上にある池田ワイン場。去年ドリカム35周年ライブがこの丘の上で行われたようですよ。そうなんだ。すごいですね。近くを通ったので久々に寄り道。こちらの山幸ぶどうシャーベットがお気に入りでしてね。はい、2020年に甲州マスカットベリー A に次いで3例目となる OIV 国際ぶどうワイン機構への品種登録を果たしたぶどう山幸のシャーベット。カベルネソービニオン、メルロー、ピノノワール、シャルドネラのブドウと肩を並べるブドウ品種ということだにゃ。はい、これが3年前のブドウの印象と随分違ってびっくりしたの。ワインの味が毎年異なるようにシャーベットの味も違うようですね。前回はねっとりジェラチックで舌の上でとろけるような不思議な感じだったのに、今回はさっぱりすっきりとした味わいでした。はい、ぶどうシャーベットって感じでしたね。そりゃぶどうシャーベットですか。インコの目覚めは黄色い。ホクホクとして男爵やメーカーに比べてしっかりとした食感だね。やっぱだけど芋は美味しい。ローズマリーかマヨネーズ絡めて食べたかったな。ほんとマヨラーなんだから。 Yes I am. Yes, I am. 4. Honbetsu. Wookie Bune. 本別道の駅から徒歩5分くらいかしらね。トンテキで有名な浮舟さん。前回の教訓を踏まえ11時30分オープンですが食い気味に訪問。5分前に到着するとやっぱりのれんかかかってる。お父さんオープン前の休憩中だったんだけど優しい笑顔でどうぞって入れてくれました。早速視聴者さんおすすめのニンニク焼きを注文。旦那同様ニンニクはちょっと苦手な私ですがこれは任務ですので避けて通るわけには参りません。立派な肉の塊から丁寧にカットして調理してくれるんだね。そうそう、すごい迫力でしょ。そんな厚切りのまま焼きますのって思うよね。思った。ジューでフライパンでどでかい肉の塊焼かれると香ばしいいい匂いがほわーんって食欲そそ抜かされまくりスチャーの。初めの一歩花で待っていると続々とお客さんが来る来る。あっという間に満席。そしてこれドッカン。はい、ニンニク焼きです。じっくり20分ほどかけて焼かれた約 450g あるという豚さんにたっぷりのニンニクソース。 450g 太るということの恐ろしさを思い知らされていると隣の兄さんたちがすんげーって歓声が上がる。肉がすごいのかはたまたこれに食らいつく値がすごいのかどっちだ。多分どっちも。すっごいね相変わらず。さて肉厚約450枚にナイフ投入。柔らか。まるでスポンジケーキでも切ってるかのような柔らかさ。またいくらなんでもそれ大げさっしょ。ほんとだってば。すんごいこれ。ニンニクソースもしょっぺくね。うまみつまりまクリスティアーノなソース。気づけばペロリン級で完食。最初はニンニクかってテンション爆下がりしてたくせにしかも完食したの。はい、最近私の食欲がマジやばい。怖い。 450g 太ったのは確実だね。キモー。だけどいいもん。美味しかったからサウナで1キロ汗かきゃいいんでしょ。やっぱすごいねニンニク臭が。やだ。だから一緒に食べようって言ったのに。だっておみちゃんはカツカレー控えてたから無理でしょ。これの後のカツカレーは。鼻から息しないで窒息して殺す気か。でも美味しかった。焼き上がったソースを煮詰めながら味見するお父さんの愛情たっぷりのニンニク焼き。厨房もピッカピカで綺麗にされ几帳面なお父さんの人柄出てるよね。めちゃくちゃきちんとしてはる。美味しいニンニク焼きごちそうさまでした。 5. Ashelo. Ginga no Yu Ashelo. 2023年にオープンしたというアショル唯一の温浴施設。源泉かけ流しの天然温泉で今日は整うの巻。
洗い場が8席とかなりこじんまりよしおだけど、そんなの関係ねえ。空いてたから整いまくりっす。3温85度5人サイズ、水風呂は18度、ギリ2人入れるぐらいかな。超プライベートこじんまりなので、松山千春さん入ってきたらどうしようかなとドキドキしながら5ラウンド整い完了。町民じゃなくても400円ってのがすごいですね。こじんまりルリコだけど露天風呂が1人サイズの桶っつうかバスタブっつうか貸し切り露天風呂って感じで逆に贅沢だよね。そういえばドライヤーの使用は2台までって張り紙あったね。なんで？なんかブレーカー落ちちゃうので気をつけてだって。20アンペアのアパートか。確かに。全員に挨拶するのが日常だから、おいちゃんの方もみんな見てくんだけど、あれこれ誰だったべみたいな感じで挨拶仕掛けるんだけど、あれじゃない、千春さんかなって思ったんじゃない？頭見て。いやスキンヘッドじゃねえわ、かろうじて入ってるっちゅうの。あらそう。 6. Today's Katsu Curry. Kami Shiholo, Mikuni Toge Cafe. 三国峠カフェにやってまいりました。ここはあんまり通ることない道だよね。このお店がなければ一生通らないかもみたいな。確かにね、帯広旭川間を BM 富良野も通らずにってルートだからね。特に我々途中で食べまくりたい派なんで。そうそう、 BM 富良野と言うたらハンバーガー、エビフライ、メロンにジーブルフドマージュ言っときたいもんね。そうなのさ。今回も BA 富良野なめで帯広入りしようと思ったら、三国峠カフェのカツカレー美味しいよ情報をいただきましてね。高校の同級生かもしれないスミノッチから。スミノッチ？同級生？わかんないんだけど、多分。こんにちは、スミノッチ。うちの旦那がご迷惑をおかけしたんじゃないですか？申し訳ありません。多分ね。授業中寝てて教科書をよだれてダラッダラ寝した時に優しくティッシュをくれた隣の子かも。キャー、最悪ね。こんな素敵な場所の紹介の時にそんな最悪エピソードやめて。はい、すみません。ここは本当に素敵な場所。峠に佇むこじんまりカフェ。以前はコーヒーソフトが美味しい情報でお邪魔したんだよね。こんな峠で結構いろいろ食事メニューもあったなんて前回気づきませんでしたね。ねえ、うどんがあるのには驚きね。はい、カツカレーもすごいよ。いろいろついてるのが嬉しい。見た目に楽しい、嬉しい、美味しいカツカレー。スプーンでスパーッと切れる分厚いカツ。これ生肉じゃございませんか？こんな山奥でという驚きのナイスカツカレーでした。ね、ハイクオリティにびっくりカレーね。ハイクオ専リティ門店も真っ青な美味しいカレー。ああ、驚いた。カツ厚150万、いや200万ぐらいあった。脂身の少ない美味しいとんかつでした。これはお値段以上にとりなカツカレーじゃなかと。はい、思います。ごっちゃんでした。同級生のスミノッチさん、ありがとうございました。 7. Honbetsu, Michino Eiki Stella Honbetsu. 道の駅ステラ本別をブラブラと歩いていますと、びっくりしたのがバットの展示。ねえ、驚きましたね。ただの道の駅と思ったら大間違い。ここは野球ファンには小さなミュージアムのような場所ですよ。そうなのね。なんと木の香り漂う空間に並ぶのはプロ野球選手が実際に使ったモデルや本別町ゆかりの素材で作られたバットの数々。見比べてみると太さや重さ、グリップの形状まで千差万別で、使用モデルの選手ごとにこだわりや個性が伝わってきますね。あのホームランはこのバットから生まれたのかと想像するとちょっと胸が熱くなりました。なんたってゴジラ松井、ミスター三冠王落合、メジャー殿堂入りイチローに国母監督小笠原同大だもんね。それは道弘って読むの。道弘。道弘、同大って書いて道弘。道弘。読めねっつうの。日本語はそういうのだらけね。もちろん道の駅らしい魅力も満載。結構木材とお豆の町みたいね。そのようですな。いや、ここは野球ファン必見ポイントですな。砂。さて問題です。こちらで展示されているバット、5人の選手のバットのうち一番長いモデルを使用していたのは誰でしょう？小笠原同大。道弘だっつブベー。なんと落合さんなんです。これびっくりしたんだよね。松井のが一番長いのかなと思ったら全然振ってるように見えないんだよね。落合のホームランパン
軽くってる。すごいな。結構グリップエンド1個分ぐらいなかったかな。8. Kami Shiholo, Katsuyuki. 亀士幌の住宅街、裏の裏路地にございます。こちら人気のカツ丼屋さん。視聴者さんに勝之さん行きましたかってコメントいただきましてね、全く情報を入手してないお店だったので調べたら、なんと厚さ5センチのカツが乗ったカツ丼湯じゃないですか。幸運にもコメントいただいた時ちょうど近くにおりましたんで急行。厚さ5センチ、福岡で3センチくらいのやつは食べたけど、あれより厚いの？ねえ、しかもあの時のはヒレだけど、これロースでしょ。やばいね。やばいよ。噛めるかな、おいちゃんのおちょぼ口で。誰がおちょぼ口？大口ははたくけど口は小さいんだよね。歯医者でよくってなったの。それ口小さいからかな。いや、やっぱり豚肉は裏切らないですね。なんそれ。徳井さんも豚肉は裏切らないっておっしゃってたけど、その徳井さんか。十勝産の豚ロースを厚さ5センチにカットしたというカツ丼、凄まじいボリュームでございます。本当はこの黒いプレートに調味料を出してつけて食べるようにってなってんだけど、なんか汚したくなくって直接ちょっとずつつけて食べました。本当に漫画みたいなとんかつね。厚さ 2.5 センチのハーフサイズっていうのがあってね、絶対ハーフの方がおいちゃん好きなタイプだなと思ったんだけど。そっか。あなたの場合肉厚ってより衣好きだからね。そうなんだ。だけど今回は絵面欲しさの500万厚。あら、低温調理系ではないんだ。そうなの。珍しいよね。方々で最近は分厚いとんかつ目にするけど、ここまで厚さがあって白っぽくない衣ってのは珍しいと思うんだけど、柔らかいのさ、これが。十勝の豚さんも本当に裏切らないですね。全く臭みもなく柔らかい。卵はね、カツは閉じてないんだけど、普通にカツ丼の閉じ卵なんだよね。福岡の若葉さんのやつとは違って、普通のカツ丼の卵とじだけがご飯に乗っかってて、その上にすんげえ分厚いとんかつが乗ってるっていうスタイル。へえ、そういうこと。閉じてるけどカツがその上に乗っかっちゃってるってことね。 That's right. That's right. 塩で食べたかったんだけどね、これそもそもタレがもうカツにかかっちゃってるんで。とんかつ自体に？そうなんだから次回は 2.5 センチのハーフサイズにタレなしって注文してみようかなと思ったおじさんなのでした。私も。若い大将でしたね。ご夫婦なのかな、奥さん。アイドル級の美人おかみさんがですね。そういうとこばっかり見て。見ちゃうでしょ。見ちゃうね。Jikano Meshita Biwa, Gachi Day Mata Tabathai, Sapporo, Na Abo Kaiwai Death, O Tano Shimi Ni. See you soon. 今日サウナに入ってたら、テレビで24時間テレビのマラソンのドキュメンタリーをやってて。昨日終わった。横山くん、関ジャニの横山くん。あれよく100キロぐらい走ったんでしょ。大変だよね。なんかいろいろあったよね。なんでこんなクソ暑いのに走らせるんだ問題みたいな、ネットでざわすごい大掛かりなね。あれ一生足を台無しにしてしまうかもしれないリスクがあるよね。まあそれなりにトレーニング積んでやるんだろう。いや、その話じゃねえんだよ。で思い出したんだけどさ、横山くんの番組で昔すごい大笑いした覚えがあって、その外国人が英語で話したのを関ジャニのメンバーが伝言で伝えていって、最終的に正確に伝わるかどうかっていうゲームみたいなのをやってコーナーでね、あったその中に外国人がスタートで言った言葉を横山くんが一番最初に聞くんだけどIs it possible to return this? Is it possible to return this? これは返品可能ですかっていう文章を伝えていくんだけど、横山くんがそれを聞いて、パスポート取りたいのって Is it possible to return this? ってね、確かにそう聞こえるわねっていう。そうなんです、これがね、飯旅のヒントになったんですよね。この外人なまりナレーションの最初のね、ちょっと、
逆利用したと。うん要するに英語で喋ってるのに日本語に聞こえるっていうのはあるよねっていうのを逆手にとって、ちょっとずっと我々のやり取りだけのナレーションだとメリハリがきついなっていうことでアナウンサーを入れたかったんだけども、その日本語を AI に読ませてもなんかこうつまんねえっていうかさ、そうだね。棒読みみたいなはいはい。クソ真面目な感じにしかならなくってこれは違うぞと思って、で自分で言ってみたりもしたけどなんかやっぱりダメだなと思って、で一番しっくりきたのがその外国人のナレーショ AI に日本語っぽく英語を読ませるっていうパターンね。まあ、例えば食堂っていう言葉が我々の動画にはよく出てくるんだけど、食堂って外国なまりっぽく読ませるには要するに英語でショックドアって言わせてるんですよね。ショックドア。Shock door. 食堂でね、で南二条東4とかっていうやつは2っていうのはね膝って打ってるんですよ。南二条、Minami 膝って Nijo. ニーパッドとかあ膝のこと2って言うでしょ。あ。南二条ジョーは明日のジョーのジョーさんのジョーですね。JOE はいはい。ジョジョー。ーなんとかですのですに関しては死だからね。です Death. 死ぬってこと？そうですです。時々パッパさんっつってね。英語うまいねって言ってくる人もいれば、何気取ってかっこつけて言ってんだよみたいな文句言ってくる人もいる。様々ですけどね。なんか結構鼻につく人も多いみたいですね、これはね。まあやっぱ、聞き取りにくいのかな。はい、臭い感じがする。続きましてご紹介いたしますのはみたいなのが一般的でしょ、なんかそれって嫌だなっていう飯旅的にはね、で一番しっくりきたのがワンツー南二条東4丁目満腹食堂。そんなね満腹食堂男の初代のああそう音声さんある日突然そのソフトの中から初代のナレーションを言ってた男のイギリス人がいなくなってですね、急にね、めっちゃ焦ったよなあの時ね。探しまくって、転勤したのかな。で途中でね代打何人かカナダ人使ったり、いろいろしたんだけどどうもしっくりこなくって、全然変だよね。今はイギリス人の女性の声になってるのかな。だいぶ慣れて。こっちの方が柔らかくていいかったかなっていうね。確かに。俺が言ってるっていうムカつき誤解もなくなるしムカつかんとカミいてください。カミグリーンがこんなに英語喋れるわけねえなみたいなのもありの、あこれはそんなことわかんないじゃないか。 AI だな最初すんごい編集者としてはすごく違和感があったんです。今の女性の、なんかしっくりこねえなっていうのはあったんだけど、まあもう慣れましたね。奥様は魔女のダーリンがある日突然違う人になったみたいなそんな違和感そんなあれショックだったよね。子供の頃だったからさ。ああそうか。いやサマンサ違うよ、その人はダーリンじゃないよって教えてあげた。テレビを見ながら思って、どうして気づいてくれないのって思って。グリーンワールは意地悪ママが